всем привет! С вами Эми, друзья! どこにあるのかは誰も知らない謎の国、エミリア連邦大統領のエミです。こんにちは。我が国に時々迷い込んでくる旅人たちがいらっしゃいます。そんな旅人さんたちにお話を伺っていくチャンネルです。よろしくお願いします。どうやら旅人さんがいらっしゃったみたいですよ。ではお呼びしてお話を伺ってみましょう。どうぞ。いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。どうぞどうぞ。こんにちは。こんにちは、どうも。こんにちは、どうもどうも。二人とも迷い込んできてではまずエミリア連邦へようこそお越しくださいました。ありがとうございます。迷い込んでしまいました。はい。二人の自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、オリマコです。ちょっとここ迷い込んでしまってかなり戸惑っております。はい、普段は会社員をしたり合唱をしたりしております。合唱、素晴らしい。で、どうぞ。はい、三山です。クラシックの音楽家をしています。自称。はい。あれ？そう、いろんな、音楽はいろいろやってるんですけど、この国ではエミリア連邦では合唱の指揮なんかをしに出かけてきたところ、どうやら捕まっちゃったのね。ごめんなさいね。ありがとうございます。では、お二人にいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、合唱をやってらっしゃるオリマコさんと、指揮者でいいのかな、音楽の、今日は指揮者の三山さんに、はい、今日は楽しいお話を伺っていきたいと思います。では皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず何の話からしましょうか。そうですね。合唱、まずじゃあ合唱っていうと、どんな歌合唱って言ってもいろいろあるよね。そうですね。合唱で私が特にいつもやってるのは日本語の合唱曲をよくやってますね。なんかさ、結構某露国の古い民謡とかを合唱で歌うこととかってあるじゃないですか。そうですね。日本語に訳して、だっけペチカとかさ、黒い瞳とかだっけ、あるじゃないですか。そういうのも日本語で歌ったりするんですか？私はそんなにやってはいないんですけど、大学生の時の合唱団の友人にめちゃくちゃロシアの曲とかロシア語大好きなロシア行っちゃってるしね、友達がいたりして某露国って言ったのにね、露国いてちょっと何も聞かなかったんですけど、ある露国のね曲とか露国の言葉とかすごい好きな人がいて、その人はめちゃくちゃいろんな合唱曲を持ってきてはちっちゃいイベントとかでルスケペスニャね、歌おうよっていう風になっていたりしましたね。ペチカはね童謡になってるから合唱なんだ。子供向きの童謡集を、いわゆる文部小唱歌って言って、いっぱい並べた時だから工場の月とか、古めのなんか日本のなんか学校で歌う歌あるなっていうのの並びに実は入ってるっていう。実は私ペチカ知らないんだけど、ちょっと歌って無茶ぶり始まった。歌い出しは分かんないかもしれない。じゃあちょっとサビはどんなんだったっけ？あれだからペチカをどう言うかがそうなのよ、そこが問題なのよ日本だからさ、深山は、
歌う人の発音の、矯正とかもしたりするじゃない、アドバイス、その時ペチカはどういうふうに教えてるの？でそういう分かれる時は、僕は合唱式でも、なんかこうメインのオーケストラとか指揮、オペラだったりすると、メインの指揮者がいるんで、その人に意見を聞いたりしながら、ペチカどっちで行きますかみたいなこれ実際あって、ペチカじゃないんですけど、だからペチカだったら音が3つ並んでるんですよね。カタカナで3つ書いたら、だからペチカ燃えるよみたいに歌うことが基本的なその、ふわり歌詞のつき方だけど、声楽習ってる人の音源とかだと、ペチカってこうチをこう後ろに寄せて、ペチカペーチーカだから、そうそう、絵を2個取ってペーチカっていう風に取る。リズムを譜面通り四分音符3つじゃタンタンタンじゃなくて、そうやってこうもうちょっとこうもうちょっと外国語だったらこうなんじゃないかなっていう歌い方をする人もいるよっていう。なるほど。ロシア語ではピアチカだから、ピエチカの方が近い気はするよね。チカってこうチって音とカがくっついてた方が、それらしいのかなっていう、そういう意見。結局そのペーって伸ばされちゃうとちょっと違う発音なのかなって。でも実際にはどっちで発音して歌ってる人が多いのかしら？多分実際は声楽を習って先生について、オペラをやってる先生についてその歌ってる人以外は、普通だったら多分ペチカ3音1つずつ取るっていうのが一般的なんじゃないかなっていうふうに。だからその回の演奏会とかで、音楽をどういう音楽にするか決める人、大きい団体だったら音楽監督みたいな偉い人がいるかもしれないし、普通だったら部長さんぐらいの人とかに確認を取るというか、こだわりますかこだわりませんかみたいな、そのぐらいの力加減で弾くことが多いですかね。私としてはこだわってほしいところだね。ペチカはちなみに歌ったことはある？ペチカは全然歌ったことはないので、なんとなく頭の中で保管しながらっていう感じなんですけど、多分元のこう露国の言葉では、ペチカのチのところが多分こう母音がつかなくて、チカっていう感じの発音になってる。ペじゃないんだよ。ピエチカっていう感じだと思うので、でも日本語だとそういうのが基本的にはないっていう風になっているので、そこのこうバランスを取るためにペチカっていうこう音の入れ方になってると思うんですけど、例えば特に東日本の日本語とかだと、このカが後ろについてる場合、チのこうイの母音が結構落ちがちなんですよね。ペチカってこう普通にこう日本語っぽく話してもペチカチが強くなっちゃうから、私もこう大学生の時に言語学の専攻にいたんですけども、その時に先生がよく出してた例で、こう結婚式の時に永遠の愛を誓いますかって言われた時に、誓いますと違いますだと意味違いますよねっていう話があって、違う誓いますチと違いますで、この違いはカとガの違いだけじゃなくて、チの部分も発音が違っていて、で喉にこう手を当てながら発音すると、誓いますと違いますの時のチの時に違うだと喉が震えがちなんですよね。違います違いますで、本当だっていう違いもあったりして、面白い、初めて知った。こう実は普通に、特に東京近辺だと、こう話してる、東京近辺とかで話されてる日本語だと、こう多分ゲチカってわざわざ言った方が多分近いんですけど、ペチカ、チの話だけするとペチカってイが落ちるってことだね。イが落ちるので、割と多分露国の言葉に近い発音になると思うので、こう結構合唱とかも、あと最近のポップスでもそうなんですけど、その辺を結構ちゃんと反映して、チみたいなこう母音が落ちるものにあえて音を当てないみたいなことが
あったります。例えばですとかますとかっていうのも、最後のですとかじゃなくて、ですますっていう風に最後にうを入れるとちょっとなんかたどたどしい感じになって、最後すっていう母音のない発音になったりしますけど、それをちゃんとこう音符の上でも音符があって、まーすってこう書いてあって、すだけってこうちっちゃくちょっと書いてあったりして、でこう歌う時にもこうまーすって発音してねっていう風なことが書いてある日本語の合唱曲もあったりして、なるほど。じゃあ英語で書くと SU じゃなくて S で終わるような。そうそう S で、だからですも DES で書くような、こう音の当て方をすることも時々あったり。分かりやすいのだと、両方の例は並べられないんだけど、明日っていうのが いわゆる今の関東の人、東京近郊の人の話し方では明日だけど、いわゆる関西弁よく言う、大阪近辺の人が想像すると分かりやすいけど、どちらかというと明日って「い」っていうのがを入れるんだ、入ってくるんじゃないかなっていうのがあって、そうすると、歌とかでもこれを、別に書いた人が関西かそうじゃないかは別としても、明日っていう風に歌詞に当てる場合と、栄光の架け橋みたいな明日今日よりもってこう3音パタパタパタ1個ずつくっつけていくっていう歌詞の付け方とで、その今言ったその音が何個その単語にくっつくかっていう感覚が変わってきたりとか。面白いね。やっぱり日本語でもその歌い方によってそれぞれその母音が落ちたりつけたりっていうのがあるんですね。はい、続きは次回の動画をご覧いただきたいと思います。今回の動画が面白いと思われた方は、チャンネル登録、グッドボタン、あとはコメントやリクエストお待ちしております。あと、今回のように、旅人さん、エミリア連邦に来てくださる旅人さんを募集しておりますので、エミリア連邦に、来て私と一緒にお話ししたい方は概要欄にある、メールアドレスまでご連絡いただけると嬉しいです。ではまた、次の、今回の続きですねの動画を楽しみにしていてください。ではまたね。パカーン。バイバイ。パカパカー。